遺跡稼働率は 60% で安定。同調準備が完了しました。つなぎなさい。わかりました。同調開始。地震？いや、揺れているのはミケヌプリだけだ。またか。この3年でやけに増えたな。3年か。ネオブリタニアの奴らが攻め込んできてからになるな。主君カムイ様がお怒りなのかもしれんの。同調成功。同調先の遺跡の特定は？スキャン中ですが、まだ。間もなく同調可能時間の限界です。もう少し。来ました。位置の特定に成功。北海道ブロック北西部糸向鉱山付近です。そこまで絞れたか。糸向鉱山なら彼が得た領地からさほど離れていないな。やはり私には瞳の加護によって運が回ってくる。さてこれからだが、ここまでは我々がギアス教団で行ってきた研究の通りの結果が得られました。十分に計画の実行にたどり着けると考えます。ファルラフで研究が進められていたシャムナ王女のデータも裏付けとなっています。しかしこれ以上となると。コード、やはりあれが必要か。だが問題はない。すでに目星はついている。長く続いた大きな戦いが終わり、講和と改められた世界は暴力を是としない平和な明日を歩んでいた。人々は安心して暮らせる平和を謳歌していたのだ。しかし講和4年、リューネベルク国王ノーランド・フォン・リューネベルク率いる一部の旧ブリタニア勢力が突如として合衆国日本の北海道ブロックを吸収した。リューネベルクという国自体をおとりとしたダモクレス要塞による電撃的な侵攻により、合衆国日本の北海道は瞬く間に制圧されたのだ。ノーランドは北海道ブロックが誇る鉄壁の防衛システムシュトゥンペの壁を掌握すると、ネオブリタニア帝国の建国を宣言。フレイヤを擁するダモクレス要塞という最強の武器とシュトゥンペの壁という無敵の盾をもってネオブリタニアは世界の脅威となった。だが世界は困惑した。建国宣言から3年、ネオブリタニアは声明も出さず和平交渉にも応じず、ただ沈黙を守り続けていたからだ。世界のほとんどが加盟する超合衆国は沈黙し続けるネオブリタニアへの対応策を見出せないまま、そのいびつな存在が日常化しようとしている。その歪みがやがて世界の在り方を脅かすものになるであろうことは誰の心の奥底にもあったのだろう。そうであるからこそ歪みを正し正常な平和を取り戻そうとする者たちがいる。人は過ちを繰り返さないことを望む生き物なのだから。ペンデュラムリーダーより各エージェントへ。状況は？こちらペンデュラム1、配置につきました。了解。ペンデュラム1、ペンデュラム2は？ごきげんよう。おい、そこのメイド。何かご用でしょうか？もう少しでランドバーグさんが戻ってくる。それまで屋敷には誰も入れるなよ。それは出入りの業者もでしょうか？当たり前だ。ランドバーグさんは今でかい案件を持ってて。バカ、メイドにそこまで言う必要はない。おっとすまねえ。出入り業者もだ。他の使用人にも伝えておけ。承知しました。こちらペンデュラム2、書斎のロックは解除しておきました。よしなに？
ペンデュラムリーダー、了解。これより行動を開始する。どうも、施工の者です。ん？施工？はい。今度開かれるパーティーの内装を依頼されているんですが。ああ、ランドバーグさんがパーティーを開くと言っていたな。あ、施工業者の方ですね。お待ちしておりました。どうぞこちらへ。待て、今日は屋敷に誰も入れるなとの命令だ。え？でも下見の日取りは前から。ダメなものはダメだ。明日にしろ。けどパーティーまでの日がそんなに。そんなことこっちの知ったことじゃない。とにかく今日はダメだ。わかりました。では私たちが業者さんの方に打ち合わせに参りましょう。それならいいでしょ？ああ、それで頼む。パーティーができなくてもランドバーグさんに叱られてしまうからな。わかりました。ではあなたも一緒に来てください。はい。クレムリン潜入班より入電。データの入手に成功したそうです。エージェントペンデュラムがやってくれたか。すぐにゼロに連絡だ。本部へのデータの送信完了しました。まさかあのランドバーグ邸からデータを盗み出せるなんて。さすがいざ酔いのエージェントですね。クレムリンでの後のことは私たちにお任せください。頼みます。このデータさえあればとうとう始められますね。ようやく取り戻す時が来たんだ。ええ、私たちはようやく閉ざされたネオブリタニアへの鍵を手に入れた。さあ始めましょう、私たちの奪還を。以上が現在のネオブリタニアに関する資料となります。つまり何も変わっていないというわけですな。黒の騎士団による第二次北海道奪還作戦の失敗からすでに3ヶ月か。ネオブリタニアからの声明は依然としてありません。ここまで来て何の声明も出さないとは。ならばネオブリタニアはどうして北海道を占領など。意図がわからないのは不気味ですね。和平交渉にも応じませんし。3年前捕らえたグーデリアン首相に真意を確認できていたなら何か対応策が見つけられたかもしれないのに。今さら言ってもせんないこと。自ら命を絶った者に聞く術はないのです。であるならばムベウレニ議長、一刻も早く第三次奪還作戦の立案を黒の騎士団に提言すべきです。そうは言われますがな、住岡代表。第二次奪還作戦は失敗に終わったばかり。その責任を取ってインディラ・タルールが総司令から退任して間もありません。いくら実績の豊富なコーネリア殿が就任されたと言っても今すぐには。やはりシュトゥンペの壁、あれの攻略法が見出せねばいくら黒の騎士団でも手が出せないのでしょうね。なんでもあのシュトゥンペバリア内では桜大都の活性化が抑制されてしまうと聞きます。それにネオブリタニアにはダモクレスがあります。フレイヤを擁したダモクレスが。こうなったらいっそのこと全面戦争を仕掛けるのはどうでしょう。黒の騎士団が全力を挙げて一斉攻撃すればネオブリタニアとて。とんでもない。そんなことをすれば北海道が火の海となってしまいます。北海道で耐え忍んでいる日本人がどうなってもいいというのですか。いいえ、そんなつもりなど。全面戦争というのは極端かもしれませんが、多少の犠牲は覚悟しないとネオブリタニアの排除は難しいのではないですかな。多少の犠牲？それが自国民であってもそんなことを言えますか。お待ちください。我々は超合衆国という連合国家の加盟国。人種は違えど同じ国の人間です。そうです。ここで我々がバラバラになってしまっては、たどるのは国家間での争いへの道しかありません。どうか冷静な話し合いを。
申し訳ありません。つい。こちらもすまなかった。しかしネオブリタニアへは何か手を打たねばいけないのも事実。どうしたものか。議会中失礼する。代表の方々、ついにネオブリタニア攻略の糸口が見つかりました。なんだって？それは本当なのですか、ゼロ？ええ、あるルートでネオブリタニアに援助を行う人間から搬入に関する情報を入手することができました。我々黒の騎士団はここにトロイの木馬作戦を提言させていただきます。トロイの木馬作戦？やっぱりミッション後の炭酸は格別ね。おっさんくさ。誰がおっさんよ。この可憐な美少女メイドのおかげでミッションが成功したっていうのに。ランドバーグからデータを入手したのは先輩だろ。フィーネはアシストしただけじゃないか。いやー先輩、相馬がアシストしただけとか意地悪よ。私役に立ちましたよね。それを言うなら二人ともだよ。ミッションが成功したのは二人が自分の役目を果たしたからね。やっぱり先輩って優しい。相馬も褒められてよかったね。あ、まあ、うん。ミッション中は息ぴったしなのに普段はぎこちないんだよな、この二人。そういえば先輩、これからの行き先ってホノルルの黒の騎士団本部じゃなくて日本なんですか？それ俺も気になりました。姫様への報告ならさっきメールで。いや、一度ホノルルに行ってもすぐに日本に行くことになるはず。なら日本で準備を進めておこうと思って。準備ですか？言ったでしょ、私たちの奪還の準備。今日もシュトゥンペバリアンがこうこうとしてやがる。いいからネオブリタニアの奴らに気づかれる前に物資をいただくんだ。わかってるよ。お前たち見張りは頼んだからな。了解だ。さっさと済ませてくれ。敵だ！見つけたぞ。薄汚いネズミどもが。無断で私の領地に足を踏み入れよって。ヘルマン・クレイブン、領主自ら。私の領地を汚すなど万死に値するな。やれ！イエス、マイロード。相手も3機だ。やるぞ！分かった。遅いな。くそ、早い。ふん、少し遊んでやるか。パワー負けしてる。こっちは第7世代機だぞ。はは、バカめ。シュトゥンペバリア内で対策していない機体が十分な出力を出せるものかよ。本来の出力が出ていれば。でも足も出ないじゃないか。敵前逃亡か。なんとも見苦しいな。逃がすなよ。分かっていますよ。こんな一瞬で全滅だって。こんなバカなことって。降参だ、降参する。だから。はあ？何の冗談だ。ネズミは駆除するものだろうが。え？嘘だろ。このシュトゥンペバリアの中で従来のナイトメアで通用すると思っていたのか。このヘルマン・クレイブンが守る
エクゾニウム鉱山がある限り、ネオブリタニアは無敵なんだよ。トーミさん、大変です。釧路に向かった仲間たちが全滅したそうです。何？暁を3機護衛につけたのにか。はい、クレイブンのナイトメアに一方的にやられたって。クレイブンめ。しかしこのままでは戦力も物資も底をつく。どうすれば。眉唾な話なんですが。ん？トーミさん、七種の傭兵の噂って聞いたことあります？そいつらに依頼するってのはどうですか？七種の傭兵。確か最近噂になっているブリタニア人兄弟の傭兵だったか。どうして俺たちが追い詰められて。わからん。だがここで失態を晒すわけにはいかん。一度体勢を立て直して。おっ、嫌いだと。俺たちがここを通ることは読んで。ほい、一丁上がり。これで依頼達成だね。さすがの読みだな。まあね、兄さんの追い込みもバッチリだったよ。他愛のないことだ。そうだね。じゃあ次の依頼に行きますか。以上が今月のエクゾニウム採掘量だ。スタンリー。良くないですね。スケジュールに影響が出ちゃうかな。エクゾニウムって俺たちのナイトメアの生命線なんだろう。シュトゥンペバリアがサクラダイトを不活性化させるエネルギー波を発しているのは知っているよね。ああ、だからここじゃ今までのナイトメアは使い物にならねえ。エクゾニウムにはそのエネルギー波を遮断する性質があるんだ。そのエクゾニウムが使用されているからこそ、私たちのナイトメアは本来の性能を発揮できる。つまりはエクゾニウムの採掘量がネオブリタニアの軍事力と言っても過言ではないな。そいつが足んねえってことだろ。まずいじゃねえか。現在主な採掘場となっているのはヘルマン・クレイブンが管理するイトムカ鉱山。クレイブンか。そういや、あそこはもともとあいつの領地だったな。何でもヘルマンの兄が20年ほど前に功績を挙げたとかで手に入れた領地らしい。ところが弟のヘルマンは権利と家柄はあっても才能は乏しい男のようだ。こうも採掘量が芳しくないのではな。心配は無用だ、シザーマン卿。ほう。私独自のルートでクレムリンのロルフランドバーグ卿の援助を取り付けた新型の掘削シールドマシンだ。さすが兄貴。どうかな、白の王よ。いいだろう。結果を出せば鉱山の管理はお前に任せるとしよう。グリード。イエス、マイロード。ところでさっきからシュバルツキングの姿が見えねえな。皇帝のところさ。黒の王はカリス皇帝陛下のお気に入りなんでな。ああ、来てくれたんだな、ヴィナス。はい、ヴィナス・クロムエル、参りました。サーシャ、俺と一緒に逃げよう。無理よ、私は逃げられない。私は死ぬ時まで人を殺す道具だもの。そんなことない。サーシャは自由なんだ。サーシャにかけられたギアスは解けている。サーシャはもう自由なんだよ。私が自由？そんなの嘘。私が自由になれるわけがない。嘘じゃない。君は？ならソーマ、私のお願いを叶えてみせて。お願いよ、ソーマ。お願いだから私を。サーシャ？助けて！大丈夫、ソーマ。すっごい汗だけど。
あ、うん。ごめん。うたた寝をしていて。うたた寝って、先輩に運転任せて寝るなんて言語道断だよ。わかってるよ。すみません。気が抜けていました。気にしなくていいよ。ミッション中じゃないんだし。先輩、相馬に優しすぎ。私にも優しくしてくださいよ。優しくしてるつもりだけど。もっと希望します。モアですよ、モア。今度デートしてください。休みの日が合えばね。それって実質の断り文句じゃないですか。助けて！相馬？大丈夫？顔色が良くないけど。いえ、問題ありません。ご心配なく。そう。それならいいんだけど。やれやれ。また二人のこの感じ。私がなんとかしなきゃだな。いやいつ見てもこのカムデンってのはなんともブサイクなナイトメアだね。それについては同感。これを設計した人の気が知れないね。あら、珍しくお二人の意見が合致しているんですね。それについては不服だけど、このカムデンに関しちゃ仕方ない。このカムデンを設計したやつには思想が感じられないからね。確かにお二人の設計思想である人の動きを可能とする機動兵器とは真逆の方向性ですものね。このカムデンって。機能性の追求といえば聞こえはいいけどね。戦車に手足をくっつけるだけってのは機能性とは呼べない。こいつのコンセプトは没落プリンのランスロットや私のグレンとは違う。どちらかといえばガンルーに近いのかもしれないね。短期での運用を見越した汎用性よりも複数機での作戦行動を見越したコンセプトが見て取れますものね。まあここまでカムデンを知ることができたのも彼女のおかげだけど。そういや今日はまだ来てないのかい？そういえばそうですね。ガーフィールドさんたちが到着するまでには来ると言っていたんですが。すみません、遅くなりました。噂をすればってやつだね。あなたたちも案内してくれてありがとう。どういたしまして。私たちもここに用事があったので。なんだい、みんな一緒に来たんだね。もしかして彼らが？ええ、エージェントペンデュラムの3人よ、アンナさん。特務機関イザヨイ所属同メキガーフィールドです。同じくフィーネ系ダールトンです。櫛灘相馬です。ごめんなさい、そうとは知らず案内なんてさせてしまって。私アンナ・クレマンと言います。クレマン？もしかしてクレマンインダストリーのクレマン博士ですか？はい、そのクレマン博士です。ねえ、クレマン博士ってもしかしてあの合衆国ユーロピアでもトップ企業の？うん、クレマンインダストリーの社長だよ。ナイトメアの研究論文をいくつも発表している研究者でもある。あんなに若くて可愛いのにすごいんだ。しかしクレマン博士がどうしてこちらに？アンナには私たちを手伝ってもらっていたのさ。アンナさんはかつてグラスゴーを解体することでナイトメアの構造を独自に解析してオリジナルのナイトメアを作り上げた天才なの。まずは敵を知ることが一番でしょ。だから君たちが回収してくれたカムデンをばらしていろいろ調べてみたってわけ。そうでしたか。それで何か分かったんですか？そりゃもういろいろとね。例えばどうして3年前の北海道戦でカムデンが黒の騎士団のナイトメアを圧倒したのかとか。それはノーランドが奇襲したからじゃないんですか？当然戦略戦術いろんな要素があるよ。でもナイトメアの性能一つでも大きな差があるんだ。というと？このカムデンにはね、
ナイトメアには標準装備されている脱出機構が廃されているの。代わりに大出力ドライブが搭載されている。それって黒の騎士団のナイトメアよりも単純にパワーが出るってことですか？簡単に言うとそうね。でもこれが重要なことなの。シュトゥンペの壁、もしかして桜大都の活性化を抑制するシュトゥンペバリア内で活動するために。正解。どうやらカムデンは設計の段階からシュトゥンペバリア内での運用を想定されていたみたいなの。だからって脱出装置を外してまで。乗ってる人間のことなんて考えちゃいないのさ。この人手なしプリンみたいにね。昔のことだよ。最初のランスロットには脱出装置がついてなかったの。まあロイドさんが付け忘れていただけなんだけど。でも待ってください。大出力ドライブを搭載するまではわかります。ですがそんなもの実戦で使えるんですか？出力だけ高い機体なんて暴れ馬みたいなものです。よほどの操縦技術がないとまともに戦えませんよ。確かにそうですね。黒富士での実習でサザーランドや暁には慣れていたのに、クイーンローゼスに乗った時は操縦がシビアに感じました。さすがガーフィールドさ、いいところに気がつくね。そこで僕たちが発見したのがエクゾニウムの存在さ。エクゾニウム？希少金属よ。まだ研究している人も少ないからあまり知られていないけど、発見自体は結構前にされていたの。エクゾニウムはね、エネルギー波を遮断する性質があるんだ。そうか。そもそもシュトゥンペバリアはチャウラー博士のゲフィオン技術を応用した桜大都不活性化のエネルギー波によって形成されている。そのエネルギー波を遮断する金属をドライブに用いれば、シュトゥンペバリア内で本来の出力を発揮できるというわけですね。その通り。なので作ってみたのがこのイルミンするユニット。イルミンするユニット。これを搭載すればシュトゥンペバリア内でも今まで通りに戦えるんですね。実際に使えることはもう証明されているしね。はい？証明って？なんだあのナイトメアは。ここはシュトゥンペバリアの中だぞ。それなのに動きが単調すぎる。それでは先を読んでくれと言っているようなものだ。このくそ、どこに行った！おい、後ろだ！攻撃するということは自分の位置も知られるということでもある。嘘だろ。このままだとたった一気に全滅だ。逃がさないでね兄さん。分かっている。依頼達成だ。黒の騎士団の総司令がこんな遠方まで足を運んでくれるなんて。どうやら先日のミッションが功を奏したようですね。ああ、ガーフィールド。いや、エージェントペンデュラムが貴重なデータを手に入れてくれたおかげでネオブリタニア攻略の糸口を見つけることができた。3年前に北海道を占拠したネオブリタニアを名乗る一団、彼らを密かに援助している者が各地にいることを突き止められたことが大きい。彼らのルートを利用すれば、あの鉄壁とも言えるシュトゥンペの壁の中に入ることができますからね。ああ、2度の奪還作戦の失敗でオイスレとは大規模作戦を行うことはできない。だがそれは圧倒的な情報不足が原因だ。相手を知らなければ勝つことなどできない。だから
今回はトロイの木馬作戦を実行する。トロイの木馬。古代の伝承ですね。兵を忍ばせた中空の木馬を相手国の城壁内に引き込ませて中から攻略したという。そうだ。今回利用する搬入ルートもシュトゥンペバリアが解除されるのはタンカーが通過する一瞬だけ。シュトゥンペバリア内で使用できる武装が揃っていない現状だと遅れる人数が限られるため、工作員による情報収集を行うことが最善だと判断した。良い判断だと思います。私も同じ考えですから。そうであるなら話が早い。そこでかぐやに頼みがある。エージェントペンデュラムの今回の作戦への参加ですね。その通りだ。敵の占領地ではイレギュラーが多い。だが奴なら独自の判断で対応することができる。イレギュラー。確かにあの子のこともありますしね。まったくあのジャジャ馬と来たら。そうは言っても心配なのだろう。ロイドが試作機を持っていかれたと嘆いていたぞ。例のユニットの実施試験のためです。まあ大切なものを取り戻したいという気持ちもわかりますしそれはともかくとしてエージェントペンデュラムへの依頼は承知しました。その依頼お受けします。助かるよかぐや。お気になさらず。もとより彼女らもそのつもりでしょうから。イルミンするユニットを積んだ試作機を姫様に持っていかれちゃったんですか？そうなんだよ。かわいそうだと思わない？全然思わないね。私にも内緒で勝手に作ってたんだ。自業自得だよ。またですか。君までそんなこと言いますよ。どうせまた新しいランスロットを作ってたんでしょ。今度のはランスロットじゃないんだな、これが。え？ロイドさんがランスロット以外の機体を？ Z シリーズといってね、新しい試みをふんだんに盛り込んだ機体なの。僕だって新しい挑戦をしないとね。ジルクスタンの試作機に触発されたんだとさ。だって機能自体は素晴らしいのに欠陥があるものを見るとそれを超えてやろうって思うじゃない。その気持ち自体はわかりますけどね。あのロイドさんがランスロット以外の機体を。君もしつこいな。僕は日々成長しているのさ。本音はランスロットを作ろうとするとみんながダメって言うんだもん。やっぱり成長のない男だよ。まったく。でも姫様がその試作機を持って行ってくれたおかげでイルミンするユニットが使えることが証明されたわけですね。まあね、僕としては複雑だけどイルミンするユニットの有用性は認められたよ。なら私たちの機体は？完成してるよ。ほら、イルミンするユニットを搭載するために回収したペンデュラムプラススペック2蒼月錦ピーネ君のサザーランド2の3機だ。私もお手伝いしたんですよ。クレマンインダストリーとパールパーティー、防衛企画開発高等研究所の科学力の推移を集めたってわけさ。これはすごい。でも勝手に進めちゃってよかったのかい？まだ君たちが北海道に行くと決まったわけじゃないんでしょ？いえ、私たちが行くことになりますよ。先輩、姫様からのミッションです。ネオブリタニアへの潜入を命ずですって。ほらね。相変わらず君の読みの良さは不気味の域だね。だけどあんたたちが行くのなら安心だ。絶対に北海道を取り戻してきてね。私たちもできるだけのバックアップをするから。私もお手伝いします。ありがとうございます。ソーマ、ピーネ、早速準備を始めよう。はい。先輩はここまで見越していたんですね。いや、ようやくここまで来ることができたんだ。黒の騎士団やロイドさんたち、みんなのおかげでね。だからソーマ、取り戻そう。私たちが奪われたものを。
以上が明日の資材搬入スケジュールとなっております。あのランドバーグ卿から援助を取り付けるとは、さすがはアインベルクの一人といったところか。しかし、いくらカークウェインの坊主が手柄を立てようとしても、エクゾニウム鉱山は私の領地。利用するだけして私の功績に役立ってもらうとするか。このクズがいつも気を張っていろと言っているだろうが、クズ女め。主人に言われる前に動いてこその使用人だろうが。お許しを。この役立たずめ。クレイブン様、このままではこのメイドが死んでしまいます。どうかお慈悲を。つまらん。だからイレブン女は嫌いなんだ。目障りだ。そこの女を連れて行け。かしこまりました。おい、明日の資材搬入には私自らが立ち会う。準備を怠るなよ。はい。いずれノーランド様によってこの世界はまたブリタニアが統治する世界となる。それまでに功績を積んでおけば私も安泰だ。イレブン女なぞ使用人にする必要もなくなる。トーミーさん、クレイブンの屋敷に潜入している石森から連絡が入りました。明日の夜クレイブンに動きがあるみたいです。なんだって？詳細は？そこまでは。ただ屋敷を開けるのは間違いないと。屋敷を？これは好機かもしれんな。好機？ああ、釧路を取り戻す好機だ。クレイブンの留守中に奴の屋敷に奇襲をかけてナイトメアを奪う。シュトゥンペバリア内でも動けるあれがあれば先日のように負けることはない。あとは戻ってきたクレイブンを撃てば釧路を取り戻せる。釧路？やりましょう、トーミーさん。よし、作戦を練るぞ。みんなを集めてくれ。はい。お父さん、みんな待ってて。必ず助け出すからね。物部さん、東の暁旅団が釧路奪還作戦をするから協力してほしいって連絡が。釧路？いや、しかしこちらも。どうかしたの？東の暁旅団が釧路奪還作戦を行うらしい。それで協力してほしいって。協力？そんなこと言ったってこっちも網走収容所から七高星団のみんなを助ける作戦の直前じゃない。分かっているさ。東の暁旅団には悪いが協力は断らせてもらう。俺たちだって用意のできているナイトメアは暁が5機だけ。これじゃ増援を送るどころか俺たちの作戦を実行するのも難しいだろう。ちょっと待ってくれ、物部さん。それって作戦を中止する可能性があるってことですか？ああ、可能性はある。5機だけではあの網走収容所への突入は不可能だろうからな。何言ってんです。仲間が俺たちの助けを待ってるんですよ。そんなことは分かってる。だからこそ失敗するわけにはいかないんだ。いろんなレジスタンスに掛け合ってるけど今のところは。そっか。ねえ、やっぱり私例の七種の傭兵に依頼してみようと思う。七種の傭兵って最近噂の？うん。何度もネオブリタニア軍に勝ってるらしい。それなら私たちの作戦にも。うん。まさか噂を鵜呑みにしてるわけじゃないですよね。そいつらブリタニア人の兄弟って話じゃないですか。ブリタニア人かどうかは関係ない。仲間たちを助けるためならば何でも利用するしかないのが今の俺たちだ。とはいえ実力を確かめる必要があるな。噂通りならいいんだが。わかった。ならこの件は私に任せて。いいだろう。頼んだぞ、はるか。うん。
レイブン様、間もなくタンカーが到着します。うん。周辺の警備を怠るなよ。はっ。クレイブン様、例の準備が整いましたが、本当によろしかったのですか？構わん。最近私の領内を薄汚いテロリストどもがうろちょろしていて目障りだったんでな。一網打尽にする良い機会だ。それよりも清張への連絡に滞りはないだろうな。ここに来てシュトゥンペバリアが解除できないとシャレにならんぞ。はい、事前に申請しておりますので問題ないかと。ご覧ください。ネオブリテニア清張に連絡だ。こちらナホトカ号、目標地点到達まで残り5分。了解。クレイブン隊、周辺の状況を報告されたし。こちらはクレイブン隊、周辺クリア。該当船舶以外の船影なし。シュトゥンペバリア部分解除を要請。要請受諾。シュトゥンペバリア部分解除。部分解除了解。バリア解除。シュトゥンペタワーを通過します。エンジンの出力低下。バリアを解除していてこれか。航行は継続可能か？はい、出力 30% で安定。速度は低下しましたが航行は可能です。よし、ではこのまま通過だ。間もなくタワーを通過します。該当船舶の通過を確認。シュトゥンペバリア再展開。タンカーの無事通過を確認できました。よし。ではロルフランドバーグ卿が送ってくれた新型の掘削シールドマシンとやらを出迎えようじゃないか。荷を引き取った頃にはあっちも片付いているだろう。クレイブンの動向は？情報通り自分の部隊を引き連れて港の方に行っていると偵察隊から報告が来ています。よし、なら今のうちに格納庫から奴らのナイトメアを盗み出すぞ。了解です。石森が手引きしてくれるはずですが。トーミさん、門が開いています。ここから入れますよ。わかった。石森とは中で合流しよう。行くぞ。はい。やけに薄暗いな。トーミさん、あそこ。石森。餌に釣られたようだな、ネズミども。何？罠です！トーミさんたちをおびき出すためにクレイブンが。バレていたというのか？クレイブン様は兄上がその昔イレブン女に殺されたらしくてな。イレブン女は信用していないのだそうだ。クレイブン様、屋敷の警備隊から連絡が入りました。ネズミがかかったそうです。まんまと罠に引っかかりよったか。いかがなさいますか？生きていても目障りなだけだ。すぐに。なんだ、甲板のコンテナが開いていないか？ん？ファクトスフィアで拾えているよね。ソーマとフィーネはレジスタンスの救出。私はここの敵を一掃する。了解。ナイトメアです。ナイトメアがタンカーの甲板上に。どういうことだ？まさか黒の騎士団があのタンカーに。どうしますかクレイブン様、ご指示を。指示と言っても。蛮行はここまでだ。ネオブリタニア。甲板にナイトメアだと？一体何が起こっているんだ？わかりません。突然コンテナが開いて。おい、あのナイトメア翼を開いたぞ。まさか飛ぶ気じゃないだろうな。まさか。ここはシュトゥンペバリアの中だぞ。ナイトメアのフロートじゃ。フロートの軌道を確認。フィーネ、
そっちは？こちらも確認したよ。出力はだいぶ低いけど。目標地点まで持てばいい。行くぞ。了解。蒼月錦歌唱。サザーランド2エア発進。飛んだ。まずいまずい、出力低下のアラームが鳴りっぱなし。プラズマ水力モーターの出力を上げて揚力を稼ぐんだ。腕の見せ所だぞフィーネ。分かってるよ。ナールトン家の娘をなめんな。なぜだ。どうして本体と連絡が取れない？わかりません。急に通信が。これナイトメア。隊長、ナイトメアが2機こちらに。なんだと。目標地点上空到達。歌唱ユニットパージ。ラクシャートさんごめん。黒の騎士団か。黒の騎士団。本土からの支援がついに。行くぞネオブリタニア。早い。ユグドラシルドライブの出力安定。 MVS もちゃんと使える。これがイルミンするユニット。何をやっている。さっさと攻撃しろ。イエスマイロード。撃ってきた。させないよ。ブレイズルミナスも正常作動。ロイドさんやるじゃん。シュトゥンペバリア内でブレイズルミナスだと。対策された機体なのか。そうま。この人たちは私が守るから、ナイトメアはあんたがやっちゃって。分かった。 ME ブースト。この先輩より全然遅い。こいつなんでこんなにも早く。お前たちが遅いんだ。バカな。黒の騎士団を圧倒していたカムデンがこんなにも。まだやる？今のでナイトメアは最後だったみたいだけど。こっちの制圧は完了だな。うん。今からでも先輩の援護に向かう？行く頃には終わってるよ。だよね。ターゲットマルチロック。ハーケンベイ全開砲。行け。カムデンが一瞬で。まだだ。まだ私の領地を奪われるわけには。奪うんじゃない。取り戻すんだ。昨夜クレイブン領が襲われた。襲われた？誰に？わからん。クレイブンをはじめとして奴の部隊は全滅。テロリストどもだ。それしか考えられねえだろ。バカなことを言うなグランよ。テロリストにこんな真似ができるわけがない。事態はもっと深刻だ。まさか黒の騎士団。
昨夜はお前さんが援助を取り付けたランドバーグからの物資が搬入される日だった。シュトゥンペバリアの部分解除申請もクレイブンから出ておる。この援助物資に紛れて黒の騎士団が入り込んだと言いたいのか。最初に言ったはずだ。わからんと。だが何者かがシュトゥンペの壁の中に入り込みクレイブンの部隊を全滅させた。それは事実だ。なんとかせねばなるまい。グリード。はい。今回の件、お前の席は問わん。だがそれゆえに出番もない。ほう。ではこの件、誰に尻拭いさせるつもりだ？決まっている。僕しかいないだろう。ヴィーナス。ヴィーナス？いえ、クロムエル卿。どうして？どうしても何もないだろう。エクゾニウム鉱山は我がネオブリタニアにとっての重要拠点。家の鉱石のみで権利を主張するクレイブンのような俗物が管理していたのが間違いだったのだ。ここから先はシュバルツキングであるこのヴィナス・クロムエルに任せてもらおう。それでいいな、リューネベルク卿。ついでにネオブリタニアに入り込んだイレギュラーも僕が始末しておいてあげる。いいだろう。お前に任せる、ヴィーナス。了解だ。やれやれ。なんとも勝手な王様だ。かぐや様、エージェントペンデュラムから連絡がありました。無事に北海道へと潜入できたようです。なんと良い知らせですね。彼らに任せて正解だったようです。はい。新体制になって心配していましたが、どうやらうまくいっているようで安心しました。サファイアも同行したそうな顔をしていましたものね。いえ、今の私は後進を育てる立場にありますので。その指導が今回の作戦の成功に結びついているのでしょう。トロイの木馬作戦、まずは第一歩といったところですね。はい。エージェントペンデュラムの3人は釧路に潜伏して黒の騎士団員と連携するようです。まずは情報を集めることから。これでネオブリタニアに侵略された北海道の現状をようやく把握することができる。その情報があれば必ずやネオブリタニア攻略につながることでしょう。ええ、そうですね。それにこれがあの子の手助けにも。お、メールだ。また依頼かなと。これはこれは。なんですって？釧路のクレイブンが撃破された。真鍋さん、クレイブンの部隊が全滅したそうです。東の暁旅団の損害も少ないって。なんだって？一体何があったって言うんだ？詳しいことは分かりません。向こうも混乱してるみたいで。そうか。でもそれって東の暁旅団が勝ったってことでしょ。やっぱり俺たちだけでもやれるんですって。待て、まだ詳しいことは分からん。それにはるかが例の傭兵を渡っている。物部さん、七種の傭兵が噂通りならいいんだが、頼んだぞ、はるか。北海道が占領されてから3年。もう後がない。お父さんさえ戻ればきっと何かが変わるはず。だから七種の傭兵、その噂にさえ頼らないといけないの。お願い、お父さんを助けられる力を持った人たちでいて。そこ右に曲がって釧路に向かってほしいんだ。さっきのメールか？そう、やっと本命からの依頼が来たよ。俺たちも有名になったみたい。さあ行くよ兄さん。これが本当の始まりだってね。ああ、ロゼ。